皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊一です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。今回ね、四間飛車に対してね、私は右四間飛車で攻略を挑むというね、こう最近のね、将棋ウォーズでは何局かね、使っている作戦ではあるんですけれども、毎回少しずつね、相手の方の形、振り飛車側の形違うんですよね。で、今回もまたちょっと独特な形のね、対抗受けの形だったのでね、私の方もね、工夫した攻め方をね、やっていきました。そちらの方をね、大盤でね、ゆっくり解説していきますので、前のね、前局、その前例とね、どう違っているのかといったあたりもね、注目しながら、最後まで楽しんでいただければなと思っております。はい、ではね、早速大盤の方でね、解説本局を振り返っていきたいと思います。私は先手番で、7六歩、3四歩、2六歩、私の方はね、居飛車を明示したんですが、4四歩と食べてきまして、4八銀、4二銀と。そうですね、この4二銀ではね、飛車をすぐ回ればね、振り飛車確定なんですけれども、銀上がりますとまだね、居飛車の可能性が残っております。で、私の方は4六歩とね、これちょっと積極的な手ですね。もうちょっとさらに様子見るならね、6五8金右とかね、6八玉と上がると、比較的、守備的なね、指し方になっていきます。4六歩はもう、相手がね、振り飛車であっても居飛車であっても、右四間から攻めていきますよというね、攻撃的にいきますよっていう宣言のような手になりますね。で、4六に4三銀。矢倉を目指すんであれば3二銀から3三銀って形ですけどね、本局は4三銀という形でした。で、4七銀と上がりまして、で、相手の方が9四歩とね、まだ保留した状態ですね。で、9六と私もね、これを受けない手もあるんですが、受けました。ここで3二金。そうですね、飛車をシンプルに回る手もあるんですけど、3二金はね、まだこれ保留という感じの手ですね。で、私の方は5六銀と。シンプルですね。先手の方の私は相手が居飛車か振り飛車か分かりませんが、先ほど見たようにどんどん腰掛けてね、場合によってはどんどん攻めていくよという手を見せたということになりますね。はい。で、5六銀に対して4二飛車ですね。相手のこともね、迷ってる感じはあったと思うんですけれども、そうですね、居飛車で指すんであれば、8四歩と突けば居飛車のような将棋になるんですけどね。場合によっては4六8飛車、8五歩に、4五歩とかね、一気に攻めていく手があるかもしれないですね。これは先手の選択でね、もちろん、もうちょっと、8四歩に対して7八銀、8五歩、7七角と上がって、王様移動させるとかね。もちろん違う将棋になるところでした。4二飛車はね、非常に手堅いですね。対局中言ったんですけど、金がね、振り飛車はこちらに上がることですけど、この3二に上がるとね、かなり守備的な、こちらの形が硬くなるのでね、守備的な手となります。で、4二飛車に対して6八玉と。飛車が残りますんでね、いきなりちょっと4五歩といってもね、この場合はうまくいかないので、王様を囲っていきます。で、6二玉、3六歩。で、5四歩。そうですね、この5四歩もポイントの一手ですよね。王様をもうちょっと囲った後にね、銀、上がる形ね、こちらもね、以前、やったね、将棋ウォーズの対局の時に、金が3二には上がってませんでしたが、その将棋では。このように銀を腰掛けて銀に銀で対抗するというのも一つの考え方ですね。本局は5四歩ということでね、銀に対して歩でね、対抗するという形ですね。はい。で、5四歩に対して7八玉。で、7二玉。で、4八飛車と。回りまして、6二銀。そうですね。相手の方はかなりなんていうんですかね、腰掛け銀シフトというかね、対腰掛け銀シフトですね。銀上がりまして。そうですね。振り飛車の特徴である美濃囲いにはならないんですが、その分ね、場合によっては本局も出てくるんですけど、5三銀という形でこの4筋をね、かなり手厚く受けてますよね。本来というかよくある形が、こういう形ですよね。この形も、将棋ウォーズで指したことがあるんですけれども、この形でもね、別に自然な受けの形なんですが、これに比べるとね、こういう形というのは非常にやはり、この腰掛け銀のね、4筋の攻めに備えているなっていうのはね、お分かりいただけるかなと思います。実際6二銀と上がった手に対して、一回5八金と、5八金右と上がりまして、3三角とね、上がってきました。この3三角はね、4五歩同歩、2二角成のような変化の時に、同金ってね、この形があまりいい形じゃないんですよね。場合によっては3一角と打ち込むような手があるので、角をね、1個、微調整なんですけど、上がっておけば、4五歩同歩に3三角成同桂というのがね、お分かりいただけますかね。非常に形よくね、角を変え対応できるということでね。ただいいとこばかりではなくて、3三角とね、上がったことによって、実戦もね、1六と一本ついて、5三銀でね、3七桂と飛ばれると、
今度はね2五桂が角に当たってくる、あるいはまあ4五桂が角に、まあどちらかにこう桂が来た時に角に当たるっていうのが一応デメリットになりますね。ただ角が下ですとね、繰り返しなんですけど4五歩と仕掛けられた時にちょっと取りにくいと、金がね変な形になるのでね、まあどちらもあるところでね、まあ一長一短というところですかね。はい。でまあ3七桂に対して6四銀。この1六歩ねちょっと前後するんですけど、この手ね、今までの解説の右腰掛け銀のね対局の時の解説も言ったんですけど、実は地味に大きい手で、こう桂馬をね飛んでったりした時にね、こう1五角とねこう出られる傷が実はあるんで結構出てくるんですね。なので1六を突いておくと結構ねその1五角と出る手が消えるんで、何気ない手なんですけども、腰掛け銀としては突いといた方がね安心ですかね。はい。で6四銀と出てきたとね、ここでね分岐点でしたね。対局中も言ったんですけれども、シンプルに攻めていくのはここで2五桂ですね。で、2四角ですと4五歩が快調でしょうかね。こう突くことで角がいなくなって香を狙って、同歩なら香を取ればいいですし、次ほっといてね4四歩と取れば、先手の方が駒が多いですからね。といってこの5五で止めようと思っても同銀と取れば同銀同角となればこれも、居飛車が成功ですね。なので2五桂に対しては2四か2二に引くしかないですね。で2二角でこれで4五歩と突くと。これも有力でしょうね。先手の成功例でいけば同歩で角を交換して同金に、例えば銀が出まして、そうですね、次これ4四歩と打たれてしまうとね攻められちゃうんで、4四歩とね逆に後手が受けるんですが、この瞬間に3一角と打ってね、飛車が逃げて、例えば一例ですけどね、角をバッサリ切って同飛車に4四銀と攻めていくとね、ただ取って5五角の反撃あったりする、これが一つのパターンですね、先手の攻めのね。ただこの前4五歩の時にちょっと気になる手がありまして、今ね同歩と取ったんですけど、2四歩とねこの桂を取りに来られたらちょっと気になるんですよね、少しね。さっき角は上だったんでね4四歩と取り込めたんですが、この場合はね角が効いてるんで、4四歩と取ってもどちらですかね、同角もありますしね、例えば同角と取ったとしましょうね。で同角と取って同銀と。でね、この3二の金が、非常に手厚い形になってるんでね、角を打ち込む場所がないんですよね。でこれやっぱ桂取られると辛いですから、何か攻めていきたいんですけど、意外とね4五歩取っても、5三銀と引くような形でね、これで自陣に角を打つような手があるので、先手の攻めが続くかどうか際どいとこなんですけどね、この4五歩で銀出る手もあるし、これもあったと思うんですけどね、こういった展開が予想されました。あるいは4四歩と取り込んだ時にですね、同角だったんですけど同銀と取る手もあるかもしれないですね。いずれにしろね、これで4五歩取って、際どい感じですけどね、これもあったと思います。本局は2五桂と飛ぶ方がね、オーソドックスな腰掛けの攻めなんですが、この時にねやはり通常形との違いにね目をつけたわけですね。通常形というかね、よくある形、今までね私もこの将棋で解説繰り返しになるんですが、こういうのがねこれで銀が上か下か、こういうような形が通常形ですね。よくある定石の、対腰掛け銀のね、振り飛車のシフトでなんですけれども、これに比べると、全体的にねこちら側に偏ってる形なんですよね。ですので、どんどん積極的にね行くのも王者のね王道の指し方ではあるんですが、この場合はこちら側が手薄いことにね目をつけて6六歩とね、こうついたのがね、ちょっと工夫した戦い方なんですよね。こちら側で速攻の形を作ってるのに角道止めちゃっていいのかなと思われる方いると思うんですけど、これ次にね6五歩とついて5三銀とへこますことができれば、それからまた攻めていくこともできますよね。でこの位というのは非常に大きい位でして、状況によっては銀をこういう形で上がったりね、これ先手だけ動かしてますけど、どんどんね手厚い形に組める。でここをね後手は押し込まれてしまうと、後手の方としてはもう一手金ぐらい上がる以外はね、もう前に駒がね進まなくなってくるんですよね。ですので6六というのは、攻めて潰すという手ではないんですが、反発をしなければねもうどんどん模様を良くしていってしまうよと、もっと模様が良くなってから攻めちゃうよっていうことですね。ということは許せないということで5五歩とね突きました。これ最強の手なんですけれども、6五歩とねこれ銀下がっちゃうと銀上がられて結構後手の形もね伸び伸びしてきますね。6五歩と突くのが、狙いの一手でして、銀が下がればね5五銀と取られちゃうので、勢いごともね5四歩と5六と取ったんですが、6四歩と取り返しましてね、どうですかねこの時に、王様への距離ですよね。
まあここももう王様に近いんですけど、ここはねもう小瓶もろですからね、小瓶直撃なんで、これ後手の番で、まあ歩を成れたいんですけど、歩を成ると王手で先にね歩を成って同玉で、これはどうですかね皆さん。こう駒の損得、まあほぼなしって、ほぼなしというかまあ歩も含めてなしで、まあ、王様の位置が大差ですよね。これは安定度の差でね、さすがに居飛車が良くなります。ということなので6四歩に対して、まあ、5七歩成をね、まあ、実際利かさずに6四歩と戻したんですが、5六歩とねこちらも戻しておいて、まあ、これで一応ね部分的なまあ折衝は終わったという感じなんですけれども、まあ、この時にやはり、この辺りの中央のね薄みがね目立つのではないかっていう戦い方ということですよね。繰り返しになりますが、金がこういうところにいればね、かなりこう厚いんですが、3二に金がいることで薄いでしょということですね。はい。で、ここの時に相手の方は5二金とね、まあこれはでも力のある手ですね。やはりこのほっとくとね、次この空いたスペースに5三銀と打たれるともう突然侵入されてしまうのでね、そこを補ってね防いだんですけれども、まあこれはちょっとでも私の方としては気分のいい手ですよね。やはり3二に金がいったのをちょっと咎めてるよっていうのがね、結構強調される形ですよね。で3五二金に対して私は、6八銀と上がりました。ここ難しかったですね。まあどんどん攻めるんであればここで2五桂はありました。で、2四角なら4五歩、まあ角を引けば、4五歩とね、まあこれをねやりたいんですが、これをやっていくと、まあ、ここに桂馬いて、この桂馬はまあ取られやすいですよね。で今角交換迫ってますよね。だからこれイメージ的にまあ現状はないんですけど、簡単な全体的な雰囲気ですとこう角が乗っかりやすいんですね。こうね角が乗っかりやすい。でまあこの桂馬も場合だと取られやすいと。でこうなった時にまあイメージですよ。こうなった時にここに桂馬打つ手があるんですよね。角が交換しやすくて桂馬が取られやすい格好というのは、ここに桂馬を打たれることが将来的にね、まあ、起こりやすいということなんですよね。でこの桂打ちやっぱりまあ嫌なんですよね。まあ、この一発で詰んじゃうってことはないんですけど、でなのでもちろん2五桂と飛んでいくのもね、2五桂が攻めていく手もあるんですけれども、まあ一旦ね6八銀で、私の方も陣形をね補強しました。まあすぐ行く手もあったと思います。もちろんねすぐ行く手もあったと思います。で5四銀と相手の方が上がって、6七金とね、まあ、この2手が上がったことによってかなりね陣形がね引き締まりました。で後手の方は6五歩。そうですね、後手の方はちょっとまとめにくいんですよね。やはり金が1枚こっちいっちゃってるんで、これ以上ね固め方がね、まあ、6三金と上がっといてもまあ特にプラスになるわけではないですしね、まあ6五歩と、むしろこの位置きとしてまあ後手次にね、まあ、6六銀と打ったりしてね、まあ実戦的に先手の陣をね薄くできればというところです。で私はそのできたスペースに6四歩と打ちました。これ気持ちのいい手ですね。まあ、6四歩と打ってね、やはりこれが王様にねもろに響くので、まあ王様がやっぱり7二なのがね響いてるわけですね。で相手方5三金、これちょっとでもね味の悪い受け方ですよね。まあ、この歩が残ったままですとね、まあ、次に、5五歩とついて4三銀と引いてると、まあ、後手からしたら何をやってるかわからないような感じになっちゃうんでね、実戦は金を立ったんですけど、そうですね、まあ5三銀とかの方がねまあ手堅いんですよね。これ次こう6四銀と取れるとすごくいい形になるので、まあ、この瞬間に私の方はね何かこう桂馬を取んだり攻めていくことになるんですが、まあ、5三金ですとね、これ次6四金と取っても5三銀があるので歩が取れないんですよね。なのでちょっと5三金危険な形だったかなと思います。まあ、ここで5三金に対して4五歩と仕掛けました。まあこれ5五歩もありましたね。今見るとね5五歩も非常に有力でした。まあこれ銀引くしかないんですが、もう銀をねこう手順で勝ち込んでってね、これも結構な攻めでしたね。まあ実際の時はあんまり考えなかったんですけど、これでね、6四金ってかわして5三銀で同金なんですけど、この時こういう手なんですね。この取らせて入るってね、これもう飛車取れちゃうんでもうゲームセットで、銀打ちに対して同銀も同歩と取られた時に実はこれ困った形でして、どっちの歩を取ってもこう銀を打たれる格好ですね。6四金ですと歩成れてありますし、まあ、銀もありますしね、同金ですと銀ですし、これ金引くと銀打たれて、これワッシュワッシュでねどんどん攻められちゃうんで、これありましたね。この方が厳しかったかなという。同金も同歩で結構これもうるさい格好なんですね。金持ってるんで、同銀ですとね金打たれて、まあ、崩壊の状況ですし、これあれですね、こっちの方が良かったですね。私ちょっと4五歩とついて、じゃあ優秀なちょっと5三金が危険な手でしたね。かえってこうついて銀で銀打たれてね、なんで、はい、実際はまあ4五歩と、これもでもまあでも厳しい手です。4五歩とねつきました。で4五歩に対して同歩と取りまして、これから5五歩とついたんですけどね、これも手筋で同銀なら桂馬が飛べるよと。
たら同角と取って、先ほどのようにね、今やちょっと前にやった変化のように銀を下がらずに済んだんでね、一応さばき合いになりましたね。これも居飛車がね、居飛車のペースなんですけれども、後手としてももう戦いになった方がね、さっき一方的にこう突いて銀打って攻められるよりは良かったかなと。で4五飛車と走ってね。でも局面は、居飛車側のペースですね。やはり玉形の差が大きいですからね。で同飛車同桂はねさすがに許せないということで4四銀打ちと、でもこれ最善の頑張りです。はい。銀を引くとね、打ち込んでる手もありますし飛車回る手もありますからね、こう4四銀打ちとね手厚く受けて止めに入ったわけですね。で4四銀打ちに5四歩と打ちまして、6四金、これは同金なら6三に打ち込めばいいですね。6四金、5三歩成同銀、4二飛車成とね、この辺りちょっと、一本道ですね。こう歩を打ってで同金と、これでね、一応、この辺の傷がね後手は消えたんですが、ここで5一飛車がね私の狙ってた手で、この手がね桂取りとあと6一にね角を打つ手で、飛車角の持ち駒だとね止めるのが難しいんですよね、受けがね。で6六歩と攻めてきました。で5三、こちらによる手もありましたけどね、こちらだと一応5六角と、打つ手がちょっと気になったんでね、これで8八玉という受け方もあったと思います。実際は5七に受けて、5六歩に5八金引きと。ね、でこれで相変わらず、ちょっとここ悔しいんですけれども、桂取りと6一角を狙っていてね、どう受けてくるかと。で4三角ですね。これしぶとい攻守でしたね。これね対局中の時もこうやられたら嫌だなとか思ってたらやっぱり打たれましてね。これで、桂取りと6一角6一銀の筋を防いでね、4五桂と飛びたいんですが、こう4五桂と飛ぶと6二銀と引く手がぴったりでね、これ意外と決まらないんですよね。6一玉も打てないし3一飛車成も、4一歩のような受け流れ方で、ここに歩打たれちゃうとね一気に後手の王様遠くなっちゃうんで、飛車がねなるべく5一のうちに仕事をしちゃいたいんですよね。で、実戦はここで3一角とね、この手が結果的に勝因になりましたかね。これちょっとね気づきにくいというか、パッとね受けにくいって手なんですよね。これ次ね4二角成だと同銀で攻めきれないんですけど、5三飛車でね本局も出てるんですけど5三飛車で狙ってるんですね。5三飛車成同金同角成ね。でここを補強するのに、6三金とか引けばね、こう5三飛車にね同金上がると受かるんですが、こう金を引かしてこれだとね桂を飛べるんですね。でこの時に、先ほど6二銀って言ったんですが、金がねこう取れるということです。なので3一角ってはちょっとね裏側から打つような手なんですけど、4五桂を狙いにしつつ5三飛車で狙ってるということです。でこれ結構受けにくいですね。でもね受けにくい。5三飛車成を防ぎながら4桂を防ぐっていう手としては、例えば4四銀引くとかもあるんですよね。こうやれば、飛車成には同銀。ただこれもね桂馬飛ぶ手があるんですね。桂馬飛ぶ手があって、銀を引くとねもちろん金がやっぱ取られちゃうんで、同銀と取るとこの時に5三飛車成とね取る手がありまして、同金同角成となると、これもね飛車と桂をね後手に渡すんですが、先手の王様はまだ硬いですからね、これも一気にやっぱり4時形でしょうね。なので、3一角が見た目以上見た目がどう見えるかもあるんですけど、見た目より受けにくいで、結構王様の遠くにね6一に打つなんてじゃないんですけど、結構厳しい手でしたね。で実戦はねちょっと4一歩と打ったんですけど、これはちょっとね錯覚がありましたかね。こう打ったんですけどね、これは桂馬を飛んでくれれば銀を引いてね金が紐ついてすごくいいんですけど、この場合は本来のね狙いの5三飛車成がね炸裂してしまいましたね。はい。で同金同角成となってね、これはちょっと勝負ありですね。飛車2枚持たれましたけど、馬がここに入ってね角取りですからね。で実戦は、この飛車成に対して、7六角とね出てね出たんですが、このね持ち駒金銀3枚持ってるとね5三に馬がいるという形はねちょっと強い方なら、出てくる定番の手がありますね。6一銀と、これが予選の定番の一手で、この手を見てね相手の方の、投了となりました。さあねこの6一銀で投了となったんですが、この銀打ちがねポイントでして、金をね打ってしまうと玉をやられてばらね決着は遠いんですけど、金を残して銀を打つことで同玉ですと6二金の一手詰めですね。で6一銀に対して8二玉と逃げれるんですが、この時にね7一馬というのが6一銀から7一馬ね繰り返しになりますが、強い方ならワンセットだよという手ですね。同玉なら7二金で玉がね9二に逃げるしかないですね。で金銀持ってますのでね9三銀と捨てるのが最後の決め手ですね。で同桂と取らせて8二金と打てば
まあぴったりですね、1分も余らずに、拘束済みとなるので、相手の方もね強い方なので6一銀と打たれたところで罪をね悟って投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。ご覧いただいたようにね、右四間飛車で、振り飛車、四間飛車に攻略してったんですけれども、今までね、このまで2局おそらく、右四間飛車指してきたかなと思うんですけど、その今までの2局とまた違ったね、テイストのね、攻め方をね、皆さんにご紹介できたんではないかなと思っております。将棋はね、相手がいることなので、相手がね、その右四間飛車をやってくれば、右四間飛車対策のね、構えを取ってくることってあるんですよね。そういった時に、もちろんね、正々堂々という基本のね、攻め方をやっていく方法もありますし、本局のようにね、相手の形に合わせた戦い方を選んでいくというのもね、参考にしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。